リップワンは日本の文字の魅力を世界に発信していくという目的で2023年7月の7日に立ち上げたブランドです。実はリップワンの始まりは2020年に遡ります。私がシンプルな猫ちゃんのイラストを描いたんですね。それがきっかけなんですよ。で、その猫ちゃんの表情が何とも言えないとっても可愛くて気に入ったので、なごみのなーごさんという風に名付けて大切に取っておいたんです。それから3年後、突然天の声が降ってきたんですよ。それはなごみのなーごさんをワールドデビューさせよっていう声だったんですね。初めは受け入れがたかったんですけど、いろいろと情報を収集したり試行錯誤したりして海外で販売するための環境を整えてって、それで現在 Amazon のマーチオンデマンドという仕組みを利用させていただいて、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、日本、スペインの7カ国でなごみのなーごさんの T シャツを販売させていただいてます。そのなごみのなーごさんの T シャツを販売する販売元として、屋号を何にしようかっていう時にリップワンという名前を思いついたわけなんですね。天の声に従ってなごみのなーごさんを T シャツにデザインしてワールドデビューをさせた後、私は次のデザインに取り組むことになるんですけれども、デザインの世界って全く未知の分野で、アイデアもコンセプトもなく、ましてやデザインスキルもないということで、私自身は完全に迷子状態でした。天の声から言われたのは、とにかく世界に打って出ろということを言ってくるんですね。で、世界に打って出るっていうことは、やっぱり日本の魅力っていうものを発信していきたいなって思ったんですね。で、日本の魅力というといろいろあるんですけど、私が長年携わってきたというか、長年趣味にしていた短歌というものがとてもふさわしいのではないかと思いました。短歌は日本語で作られているし、日本語といってもひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字、少なくとも5種類の文字を使いこなしているわけですよね。なのでそういった文字の組み合わせってとても面白いんじゃないかなって思って自作の短歌を引っ張り出してきて T シャツにデザインしてみようって思ったんですね。そこからまた数々の試行錯誤が始まり、たくさんの没デザインが生まれ、天の声に従ってはみたものの、これ先が見えないぞって思いました。そんな中、ある時私の友人がこの歌好きだなって私が作った短歌で言ってくれたことがあったんですね。で、その時に私目覚めたんですよ。短歌に刻まれた言葉が他の誰かを励ましたり、また他の誰かにとってはお守りになったり、短歌ってそういう力を持ってるんだなって気づいたんですよ。それでまたそこでもいろいろ試行錯誤をして今の円形のデザインが誕生したんです。いつもどんな時も大好きな短歌と共に過ごしていただきたい、そういう思いから日本語の持つ様々な魅力を短歌タリスマンという形に凝縮させました。短歌に刻まれた言葉にはその方を励まし、また守ってくれるような言霊が宿ることがある。そんな短歌を円形の語符のようにロゴ化して T シャツやグッズにすることで、自分が大好きな短歌を普段の生活の中でそばに置いておくことができますよね。ちょっと不思議で謎めいた短歌タリスマンの文字を追うことで思考が刺激され、楽しみながら脳を活性化できると思います。また短歌の英訳が周囲に記されているので、日本語を理解する方だけでなく英語を話す方にも日本の短歌の魅力を感じていただけます。日本の方が海外の方とコミュニケーションする際にこの短歌タリスマンがあればより一層楽しく盛り上がるかもしれません。短歌タリスマンによってあなたの毎日をよりユニークで素敵なものに彩るお手伝いができたら大変嬉しく思います。短歌タリスマンは自分自身や第三者に対して応援、励まし、祈り、願い、
などの気持ちが込められた短歌を円形の語符のようにロゴ化するものです。誰から誰への思いなのか、そしてその思いはどういう内容なのか、そのエネルギーの流れや方向性が明確になって初めて短歌タリスマンを作成することができます。つまり短歌タリスマンは人の思いというエネルギー、そしてその思いが託された短歌、この2つによって構成されています。私自身はこの両者のエネルギーの調整役です。短歌を構成する文字一つ一つと交渉しながら文字の配置や大きさ、バランスなどを決めていくという作業を行うわけなんですね。短歌タリスマンに使用する短歌は依頼者様の思いやエネルギーに適した短歌を用いるということです。私の過去作の中にふさわしい短歌があればそれを採用したり、お客様の自作の短歌から選ばせていただく場合もあります。より良い短歌タリスマンを作るために新規で短歌を読むこともあります。新しいデザインをバンバン作成してリリースしていくっていう性質のものではないので、短歌タリスマンの新作はごくたまに生まれるっていう感じですね。ある日突然降って湧いた天の声が T シャツを作れっていうことだったんですね。なのでずっと T シャツだけを意識して作成してきたんです。でもある時ある方からこういう T シャツはちょっと着れないなーってはっきり言われたことがありまして、その方曰く T シャツよりもトートバッグとかだったら使いやすいって言ってくださったんですね。そこではっと気づいたんですよ。何も T シャツに限定しなくたっていいんだなってその時初めて思ったんです。それからは自分でグッズを制作できるような方だったらデザインそのものをお渡しするようにしています。で、自分でグッズちょっと作れないよっていう方には私が代行でお作りしたりすることもありますね。今や数多くのサイトでオリジナルグッズを1個から作成することができるんですよね。とてもリーズナブルな予算で作れるものから結構高額な価格のものまであるようです。当然 T シャツなどの生地も価格によってだいぶ違いが出てくると思います。私も全てのサイトで全ての商品を比べたわけではありませんけど、そのサイトで最もスタンダードな商品を2種類ぐらい実際に作ってみて、そして自分で確認するのが一番品質に関しては間違いがないかなって思います。Amazon のスタンダード T シャツに関しては本当に一般的な品質だと思います。オリジナル T シャツはデザインが一番映えるのはやっぱり白地、ホワイトだと思います。ホワイトの生地だとインクがそのまんま生地に染み込むので剥がれ落ちることがなく、プリント自体はとても長持ちします。全体の色あせはあるんですけどもね、それはもう経年劣化ということでどの T シャツにもあることだと思います。T シャツの地の色がカラーになってくるとインクを上から盛る形になるので、洗濯のたびにプリント部分がどうしても劣化して剥がれてくるんですね。で、そのあたりは印刷方法によっても多少の違いはあると思うんですが、布地の上にインクを盛るというものである以上はもう避けられない劣化だと思います。T シャツ作成するにあたってはいろんな印刷方法がありますし、それにかかる費用もかなり幅があるので、そこまでこだわってグッズを作りたいっていう方はご自分でいろんなサイトを探していろいろ比較検討していくっていうのもありだと思います。当チャンネルでは私の自作の短歌をショート動画にしています。昨年の夏までは音読さんやボイスボックスさんなど合成音声を使っていたんですけれども、昨年の夏以降は自分の肉声で収録をしています。ほとんどの収録は屋外で行っています。よほどのことがない限りは音声を加工なしで使用しています。
合成音声を使っている時は雑音が全くない、とてもクリアな美しい音声だったんですね。なので自分の声で動画を作るのであれば、限りなく自然の中で収録したいと考えたんですね。鳥のさえずりとか、車が走り去る音とか、風の音だったりとか、雑音もまた味の一つかなって思います。今回の記念動画の音声は、聞き取りやすさを最優先に考えて、屋内で収録をしてノイズ除去もしています。昨年、自分の声で合成音声を作成して、その音声を使用してショート動画を作成したりもしていたんですけれども、今後はその合成音声を使うことはないと思います。自分が肉声で話せる間は自分の声で収録をしようって思っています。ショート動画で使う BGM はすべてフリー素材のサイトからお借りしています。よく使う音楽のジャンルとしては、ジャズ、ボサノバ、ファンク、カントリーロック、ラテン系などが多いですね。民族音楽も好きです。短歌によっては BGM を使っていないショート動画もあります。短歌の味わい方は人それぞれ自由ではあるのですが、 BGM や映像、ちょっとした解説などがあることで短歌の持つ世界観をより表現しやすくなったり、イメージが伝わりやすくなるという効果があると思います。短歌を朗読して BGM もつけて映像化するという試みは、まさに現代のデジタル文明あってこそ実現できたことだと感じています。これからも自分の短歌の世界観や雰囲気に応じていろんな BGM を使わせていただけたらと思います。日々の暮らしの中で、例えば自然の風景の美しさだったり、誰かとのやりとりで感動したり、目にしたものや耳に聞こえてきたこと、触った感触などによって自分の心が強く揺さぶられた時、そういう瞬間を短歌に残したいなって思ったりはしますね。一方で、自分ではない何かからこの風景を残してとか、今のあなたの感情を短歌にしたらとか、そういう風に要求されたり提案される場合も多々あります。自分以外の存在からお題を出されるっていう感覚ですね。創作をされる方でしたら理解していただけるのではないかと思うんですけれども、作品って自分の力量を超えた他の何らかの存在との共同作業で生まれたりすることも決して少なくないように思うんですよね。自分一人だけの作品ではなく、自分の枠を超えていろんな存在、意志、意図、そういったものが結集して一つの作品になるっていうこともしばしば体験しています。そういう感じなので、私の場合は短歌も短歌タリスマンも自分一人で作り上げたとか、自分だけの作品っていう感覚は薄いかもしれませんね。何か一つの作品に取り組むときに、いろんな存在との共同作業で作品を作っていくっていう、そういう感覚でいた方が、自分にはない発想だったり、表現方法だったり、そういったものが形となって現れてきたりするので、創作というものの底知れぬ可能性みたいなものをとても感じながら作品を作ることができていると思います。短歌タリスマンという作品は第三者の思いとか祈りがこもるものなので、その思いや祈りをタリスマンという形に仕上げていくプロセスには、より神聖さを感じながら作成しています。私は全神経を集中させて短歌を構成する文字一つ一つに依頼者様の思いを託しながら、円形の空間の中に文字たちをバランスよく配置していきます。実はその配置を決めているのは文字たちの方なんですよね。なので文字たちがこの配置じゃダメだって判断した場合は、たとえ短歌タリスマンの完成が間近であろうとも、そのデザインはボツになってしまいます。そして容赦なく作り直しとなります。一方で文字たちからは OK が出たとしても、人間である私がその短歌タリスマンを見た時に、
心が躍らない、全くときめかないっていう場合もあるんですよ。そういう時も作り直します。短歌タリスマンを作るのには集中力をものすごく使うので、一言で言えばとても大変なのですが、最適なエネルギーバランスで短歌タリスマンが仕上がった時の喜び、ときめき、達成感は他のものからは得難いものがあります。そしてその短歌タリスマンを依頼者の方にお渡しして、依頼者の方が喜んでいただけることが私の何よりの喜びであり幸せとなっています。今回は和文字グッズショップリップーアンで行っている私ピロのアートワーク、なごみのなーごさん短歌タリスマン YouTube の動画作成、創作のインスピレーションなどについてお話をさせていただきました。今後ともなごみのなーごさん短歌タリスマン YouTube チャンネル、そして和文字グッズショップリップーアンをどうぞよろしくお願いいたします。